いつも聞いてくれているあなた、今回の深掘りへようこそ。よろしくお願いします。今回も一緒に深掘りしていきましょ早速今日のテーマに入りたいところなんだけどさ、う。その前にちょっと聞いてくれる？何どうしたの？実は最近、インフレ対策の緊急投資として、特売のトイレットペーパーをなんと5年分もまとめ買いしちゃったんだよね。5年分？そうそう、物流が止まったら困るっていう危機感からの決断なんだけどさ、これって素晴らしい防衛策だと思わない？我ながら先見の明にがあると思うんだけど。5年分だと約600ロールだね。でも家賃を考えると完全に赤字の倉庫状態だから、投資のタイミングとしては少しもったいないかな。いや、言われてみれば確かに。今部屋の半分が白い紙の壁になっていて、生活スペースがめちゃくちゃ圧迫されてるんだよね。それはちょっと生活しづらそうだね。僕の個人的な資産配分の失敗は置いておくとして、今日の深掘りのミッションはまさにこの緊急投資の真の姿を解き明かすことにあるんだ。おう。今日あなたと一緒に見ていくのは、ルネサスエレクトロニクスの2026年12月期第一四半期決算だよ。いいテーマだね。彼らがした940億円という巨大な投資決断は、果たして AI ハードウェア市場を制覇するための天才的な戦略なのか、それとも過剰なリスクの取りすぎなのか、その真相を徹底的に探っていくよ。はい。全体の数字から現状の立ち位置を把握していきましょうか。今回の決算、一言で言ってものすごい着地になっているんだ。企業の本来の稼ぐ力を示す、ノンギャップベースの売上高が3691億円でさ、営業利益率はなんと 33.5%。それはすごい数字だね。会社が事前に出していた予想は、売上3641億円で、利益率 31.0% だったから、どちらも余裕で上回る素晴らしい成績だよね。そうだね。ここで私たちが注目すべきポイントは、会計基準の違いによる見え方のブレを排除することなんだ。ブレを排除するっていうと？ IFRS ベース、つまり国際財務報告基準での営業利益は906億円なんだけれど、事業の実力を正しく測るためには、あなたが言ったようにノンギャップを主軸に据えるべきだね。そっか、何か違うものが混ざってるってこと？そういうこと。IFRS の数字には、訴訟関連収入の 19.6 億円とか、損害賠償収入の 8.5 億円といった本業とは関係のない一時的なラッキーパンチが含まれてしまっているからなんだ。ってことは、宝くじが当たった月の家計簿を見て、俺って毎月こんなに稼げるんだって勘違いしちゃダメなのと同じだよね。まさにその通り。一時的な収入を抜いた素の筋肉量がそれだけ高いってことは、本業がめちゃくちゃ強いってことだ。分野別に見ても、AI サーバー向けなどの産業インフラ IoT 分野が前年同期比でプラス 32.0%。32% も。そして自動車向けもプラス 10.6% と好調を維持しているんだよ。決算説明会で柴田 CEO も、需要に供給が追いついていない。今はエクスキューション、つまり実行が全てだって強気な発言をしていたそうじゃない？その言葉通り、事前に市場が懸念していた自動車向けの在庫調整が長引くのではないかというリスクを完全に吹き飛ばす結果になったね。それって具体的に何が売れてるの？実績を詳しく見ると、日系顧客の底堅い発注に加えて、既存の車載半導体である旧世代マイコンの需要が想定以上に継続している姿が浮かび上がってきたんだ。旧世代？最新じゃなくて？そう。車は一度設計されると、安全性の認証などの関係で簡単に中のチップを新しいものに変更できないからね。ちょっと待って、最新のピカピカなチップじゃなくて、一昔前の旧世代品がめちゃくちゃ粘り強く売れ続けてるってことだよね？そういう状況だね。わかったぞ。相手が欲しがってるのに、わざと供給を絞って手に入りにくくしてるんだね。完全に恋愛の駆け引きと同じだ。モテすぎてるからってわざと相手を焦らして価値を高めてるんだよね。確かにモテモテの状態だね。でもわざと焦らしているわけではなく、車のライフサイクル長期化による旧世代品の継続需要という構造的な理由なんだよ。そっか、意図的な駆け引きじゃなくて。車のモデルチェンジの周期自体が長くなっているから、ルネサスとしても古いチップを作り続けなきゃいけないってことか。しかも次世代のシステムオンチップである R カー Gen4 の立ち上がりも順調に進んでるらしいね。古いモデルでしっかり手堅く利益を稼ぎながら、
その裏で次世代の種まきも着実に進めているんだ。そう、この見事な二段構えの戦略があるからこその高い利益率なんだね。じゃあ、その需要に追いつかないという嬉しい悲鳴の中で出てきたのが、今日のミッションの核心である940億円の緊急投資ってわけだ。そういうことになります。稼いだ利益を一気に次へ突っ込むぞってことだよね。でもさ、資料をよく見ると少し不思議な数字があるんだ。どのあたりが気になった？第一四半期に実践に支払ったキャッシュフローベースの設備投資額は、329.7 億円にとどまってるんだよね。うん、確かにそうだね。940億円投資するって言っているのに、実際に出したお金は3分の1つらいだ。残りの金額はどこに消えちゃったの？鋭い視点だね。この940億円というのは、実際に今すぐ現金で全額を支払ったという意味ではないんだよ。ってことは？意思決定ベースの投資枠なんだ。半導体の製造装置は、注文してから届くまでに非常に長いリードタイムがかかるからね。すぐには届かないんだね。だから、将来の機械損失を取り逃さないために、あえて今の段階で大規模な投資枠を前倒しでコミットメントしたと読み取れるね。前もって予約しておくみたいな感じか？パワーか。ここでちょっと僕の推測を聞いてほしいんだけど、うん、どうぞ。AI 向けの半導体って、ただ計算を早くすればいいだけじゃないんだよね。そうだね。AI サーバーがフル稼働すると、街一つ分くらいの膨大な電力を消費して、とんでもない熱を出すって聞くし。ええ、まさにそれが今の大きな課題だよ。だから、ただチップを売るだけじゃなくて、その電力をどう効率的にコントロールするかが最大のボトルネックになっている。その通り。ルネサスはそこに着目して、ハードウェアだけじゃなく、電力管理のソフトウェアや開発環境を丸ごとパッケージにしたソリューションとして売り込んでいるんじゃないかな。その推測、完璧に敵を冷えているよ。やった。単なる部品屋としてチップをバラ売りするのではなく、顧客がシステムを構築しやすいように設計支援を含めた付加価値を提供しているんだ。付加価値か。これが競合他社に対する大きな優位性になり、高い利益率を叩き出している源泉なんだよ。なるほど。うん。待てよ。ただハードウェアを作るだけじゃダメってことは、これってもしかしてさ、マニアに？半導体チップ自身がプログラミングスクールに通って一生懸命ソフトウェア技術を身につけるリスキリング費用に940億円もの代金を使っているってこと？チップも自己投資する時代になったのか。すごいな、ルネサス。チップが学ぶわけじゃないよ。でも、ルネサス自身が単なるハード売りから設計支援を含むソリューション提供企業へと見事にリスキリングしているのは事実だね。企業そのものの見事な自己変革ってことか。うわははは、お腹痛い。さて、こうした数字の裏側には経営陣の言葉の変化が隠れているんだよね。そうなんだよ。決算説明会の質疑応答って一見すると無味乾燥なビジネス用語の応酬に見えるけどさ、実は上司の本音を翻訳するみたいに読み解くとすごく面白いんだ。今回ルネサスの経営陣から今までにない新しいフレーズが登場したんだって。今回最も注目すべきなのは、価格の一定の調整という言葉が今期初めて公式な場で使われたことだね。価格の一定の調整？柴田 CEO は、原油高や材料費などのマクロ的な製造コスト上昇に言及した上で、顧客との交渉を進めていく方針を明確に示したんだ。それってつまりどういうこと？半導体業界の文脈において、これは実質的な値上げの意向と読めます。データ。直接値上げしますって言わずに価格の一定の調整ってマイルドに表現するやつ。そういう言い回しだね。これ上司がちょっと働き方の調整なんだけどって言いながら絶対に断れない週末の休日出勤を振ってくるのと同じ匂いがするね。相手に配慮しつつも実は決定事項っていうね。他にはどんな言葉の変化があったの？前の四半期より明らかに強くなった表現としてプルイン、つまり前倒し受注への言及が増えたね。プルインか。顧客側も供給不足を恐れてとにかく早く納品してくれと強い要望を出している状態だよ。みんな焦ってるんだね。そしてもう一つ見逃せない大きな変化があるんだ。ルネサスが自社で抱える在庫日数、いわゆる DOI の目標水準を従来の120日から150日へと一気に引き上げたんだ。ちょっと待って。在庫目標を120日から150日へ引き上げ？そう。それって毎回30日分ずつ在庫の目標日数を増やしていくってことだよね。このペースで増やし続けたら10年後にはなんと1320日分の在庫になってルネサスの半導体チップで地球全体がすっぽり覆い尽くされる計算になるね。地球の支配は難しそうだね。でもこれは単なる在庫増ではなく
機械損失を防ぐ攻めと、供給リスクに備える守りを兼ねた150日への相対的な調整と読めます。そっか。無限に増やすわけじゃなくて、現代の不安定なサプライチェーンに対応するための最適解が150日ってことか。そういうこと。手元に5ヶ月分のクッションがあれば、船が止まっても工場が止まっても顧客に迷惑をかけずに供給を続けられるもんね。ええ、まさにそのためのクッションだね。ただ第2四半期のガイダンスを見ると、営業利益率が一時的に低下する見通しも出ているよね。これって業績が失速するサインじゃないの？そこは心配しなくて大丈夫だよ。本当に？利益率低下の主な理由は、与那の年次昇給による人件費の増加や、将来の成長を見据えた R&D 投資の意図的な増加だからね。意図的な増加なんだ。AI 技術の進化スピードは凄まじいから、今ここで開発の手を緩めると将来のシェアを失ってしまう。確かにそうだね。つまりこれはネガティブな原則ではなく、次のジャンプへ向けた計画的な踊り場として見ておく必要があるんだ。それを聞いて安心したよ。じゃあ、この先ルネサスがどうなっていくのか、Q&A セッションで見えてきた今後のリスクや見通しを天気予報みたいに占ってみようか。いいね、やってみよう。まず気になるのは、さっき出た価格の一定の調整、つまり値上げのタイミングだけど、ここはまだ厚い雲に覆われていて、もやもやしてるみたいだね。そうだね。アナリストから具体的にいつ、どの程度の幅で値上げをするのかと問われた際、経営陣は行わざるを得ないと強い決意を断言したんだ。ふむふむ。でも、具体的な数値や時期への言及は慎重に避けたんだよ。これは顧客とのタフな交渉が現在進行形で続いていることを示唆しているね。まだ交渉中ってことか。つまり完成したチップを検査する装置の不足や、台湾地震の影響によるウェハー供給のタイトさが具体的な懸念材料として挙げられたんだ。台湾の地震とか検査装置の不足っていうのは突然やってくる局地的な雷雨みたいなものだね。どれだけルネサスが完璧な準備をしていても、外からやってくる避けられないマクロのショックがあるってことだか。そういうことだね。でも、940億円の巨大な投資判断によって、甲府工場などでデジタルパワー製品の本格的な内製化体制がバッチリ整うのが2028年頃だと言われているよね。ここが AI 向けの供給能力が一気に広がって構造的な成長フェーズに入る分水嶺になるってことだね。その通り。短期的には来年の初頭あたりから自社の生産能力拡大の寄与が始まるけれど、本当に大規模な増産効果が出て会社の売上成長率が構造的に一段階上のレベルへと上がる可能性を見るなら、2028年という時間軸を見据える必要があるんだ。つまりこういうことだ。何 ?2028 年の長期的な AI 天気予報は超改正が約束されているのに、足元では明日の家族ピクニックが台湾地震の雷雨やテスター不足の影響で急遽中止になるかもしれない。これマクロな世界経済の話に見えて、実は僕ら家計の不確実性と全く同じ構造で納得だよ。ピクニックの話は置いといて。でも2028年の長期的な晴れ間を見据えつつ、足元のテスター不足や局地的な雷雨への傘の準備が必要かもしれません。目の前の紅葉にイライラ気を取られつつも、数年後の大きな晴天を信じて進むしかないってことだよね。いよいよ今回の深掘りも大詰めだね。リスナーのあなたと一緒に見てきたルヌサスの決算、ものすごく濃い内容だった。本当だね。振り返ってみると、まずは足元の AI 向けと自動車向けの両軸で2桁成長という非常に力強い数字の証明があった。それと、サプライチェーンのショックに備える在庫150日体制への移行によるリスク管理。さらに、次世代ソックである R カー Gen4 がどれだけの勢いで立ち上がってくるかだね。まさにそこが今後の鍵になるね。今は AI による需要の構造的拡大というポジティブな要素と、インフレや地政学的リスクによる一時的なコスト圧力というネガティブな要素が同居する非常に複雑な局面なんだ。複雑な時期なんだね。だからこそ、次の四半期の決算で経営陣がどの言葉を使い続け、どの言葉を新しく変えてくるのかをさらに深く注視していく必要があるんだよ。いやー、それにしても AI サーバーの熱と電力を抑え込む、需要が供給に追いつかないデジタルパワーの勢いは本当にすごいね。間違いないね。よし、僕もこのビッグウェーブに乗るしかない。トイレットペーパーを5年分もプルインしすぎちゃって妻から怒られてるからさ。まだその話続いてたの？なんとかエクスキュースを考えてご近所さんに価格の一定の調整をして売り出さないと。ちょっと。エクスキューションとエクスキュースを間違えているって？いやー、我ながらお恥ずかしい限りだよ。これで我が家の赤字倉庫状態も V 字回復だ。言葉は似てるけど別物だよ。でもまずは買い占めたトイレットペーパーを段階的に消費して、あなたの家の在庫調整を完了させることが先決だね。
誰かに売りつけるんじゃなくて自分で毎日地味に消費して在庫を減らすしかないか。投資の道は厳しいね。さて、いつも最後まで聞いてくれているあなたに、今日学んだことを踏まえて最後に考えてみてほしいことがあります。お、なんだろルネサスの940億円の投資が実を結び、2028年に向けて供給能力が本格的に拡大したとき、AI ブームの継続によって見事な需要吸収となるのか、それとも競争激化による過剰投資リスクが顕在化してしまうのか、あなたはどう考えますか？リスクか、それとも大成功か。ぜひ自分なりの見立てを考えてみてくださいね。この音声は情報提供を目的としており、特定の投資を推奨するものではありません。それでは次回の深掘りでお会いしましょう。